急に爆発する人、嫌味を言う人の行動が予測できるようになります。こんにちは、ゆりのマインドセットのゆりです。私のチャンネルへようこそ。闘争家第3の選択とは、人のせいにする、理不尽な要求をする、理不尽に叱りつける、根性論を押し付ける、相手を見下す、足を引っ張る、偉い人には低姿勢、相手によってコロコロ態度を変える、自己保身しか考えない、職場の困った人たちは何を考えているのでしょうか。彼らは先輩や上司であることも多く、パワーハラスメントに走ります。皆さんは迷惑してないですか？心をかき乱す、心に重くのしかかる彼らの精神攻撃、なぜ自分が標的にされるかわからない。パワーハラスメントをする人の特徴やパワーハラスメントを受けた時の対処法、心の持ち方について参考にしていただければと思い伝えます。パワーハラスメントをする人にはいくつかの特徴があります。例えば権力や地位を利用して他者を脅したり威圧したりする行動をとることがあります。また自己中心的で他者の感情や権利を尊重しない傾向がある場合もあります。さらにコントロールや支配欲が強く、他者をコントロールしようとする傾向が見られることもあります。そんな人たちに会ったら、私は戦わず全力で逃げてくださいと伝えています。しかし自分も大切な仕事をしている、そんなくだらない相手のために仕事を辞めたくない、そもそも逃げたくないと、それぞれ考え方や立場が違うと思います。昔の人間は常に危険と隣り合わせの生活をしていました。熊や狼などの獰猛な動物に鉢合わせたら逃げるか戦うかの2択に縛られます。自分を守るためにあなたの脳は全力でその2択と、それ以外に命を守るために高速で答えを探します。危険な場所に近寄ってはいけないので、危険な場所に近づこうとすると動悸がしたり息が荒くなったり気分が悪くなったりします。これは身を守るために潜在意識が働いている結果になります。パワーハラスメントがいるブラック企業などに行くことができなくなって出社拒否症になるのは自然の異なりということになります。決してあなたが精神的に弱いわけでもなく、体や精神があなたを守るために頑張っているということなのです。ごくごく自然な反応だと思ってください。パワーハラスメントをする人間は熊でも狼でもありません。しかし同じ人間でありながら予想外の行動をとる、想定できない動きをする人間なのです。よくアニメやドラマで強いキャラクターが想定内だな、楽勝だなと自信満々のセリフを言います。かっこいいですよね。でもこれって実は強くいるために強な言葉なのです。人はわからないことに不安や恐怖を感じるのです。そのため想定できるということは対処法もあるので、何とかできると考えることができるので、怖さが軽減できます。怖いものに対してある程度の想定をして対策を取るのは逃げずに戦う方法です。これはやってみると意外に効果があるので、ぜひパワーハラスメントの人の観察をして相手の思考パターンをつかんでください。そうすると想定内のことには自分の気持ちをかき乱されずに済みます。パワーハラスメントだけでなく、モラルハラスメントやセクシャルハラスメントなどのハラスメントをする人間には自己愛性パーソナリティ障害である場合が多いので、観察してみると驚くほど同じ生態であるのがわかります。パワーハラスメントをする人の代表的な特徴を箇条書きにすると、1、横柄な態度、2、攻撃的な態度、3、意図的な嫌がらせ、4、権力を乱用する、5、公正な扱いです。このような扱いを受けた場合には、まずパワーハラスメントで間違いないでしょう。パワーハラスメントをする人は驚くことに自己肯定感が低いです。そのため常に自分より下を作って安心します。理想の自分になれない八つ当たりに近いものがあります。パワーハラスメントをする相手はあなたでなければいけないわけではありません。たまたま攻撃した時にやり返してこなかったとか、自分の優位性が確立できた時にターゲットにします。いつも笑顔でいるあなたに嫉妬している場合もあります。とにかくあなたを不安な気持ちにさせて自分より闇に近い位置に落とそうとしています。パワーハラスメントを受けていると自分のパフォーマンスをきちんと引き出せなくなるため、仕事のスピードや成果も悪くなり、それを理由に怒られるなどパワーハラスメントがひどくなることも多いです。いじめっ子やクレーマーと同じです。相手は人間的にかなり不完全な存在だと知りましょう。あなたがしっかりと見極めることで、急に爆発する人、嫌味を言う人の行動が予測できるようになります。まさしく想定内だな、ちょろいもんだと強者のセリフを言うことができますよ。しかし人間にもいろいろいるので、想定の斜め上を来る人間もいます。いわゆるサイコパスに近い人間です。本物のサイコパスは他の人間に興味や執着がないので、ハラスメントに発展することは少ないです。ただ彼らの考え方は常人には想
想像できないところにいます。サイコパス気質を持つ自己愛性パーソナリティ障害こそ危険な存在なので、相手がそれだと確信した時は関わらないか逃げるしかありません。パーソナリティ障害なので優秀な人も多く、上司として現れることも多いですね。今話したことを念頭に置き、パワーハラスメントを受けた時の対処法としては、まず冷静な対応を心がけることが重要です。感情的にならず、冷静に状況を分析し、自分の権利や尊厳を守るための行動を考えることが大切です。また、パワーハラスメントを受けた場合は、直接的に対処するだけでなく、信頼できる第三者や助けを求めることも有効です。会社が何とかしてくれる場合もあります。第3の方法は、相手と共存するです。ハラスメントをする相手は他人です。相手の考えを変えることはできません。変えることができるのは自分だけです。なので、自分の考え方や立ち位置を変えるのです。自分の考え方を変えるのは、信念を曲げるのではありません。自分の心を俯瞰してみて、相手にびくつく必要はない。自分は相手の何に対して怖がっているのか、それはどうしてか、相手はどうして意地悪を言うのかを冷静に第三者視点で観察してみてください。悪いのは相手であって自分ではない。相手の心の問題であり、自分が心をかき乱されたり機嫌を取る必要はない状況なんだと再認識を行います。心の持ち方としては、自己価値を保つことが重要です。パワーハラスメントを受けたからといって自分を責める必要はありません。自分に非がない場合は、自分の立場や権利をしっかりと主張し、自己を守ることが大切です。また、パワーハラスメントを受けたことを他者と共有し、支援を受けることで心の負担を軽減することもできます。自己を守りながら冷静に行動することが大切です。相手と同じ土俵に上がらず、感情的にならず、相手とのコミュニケーションを円滑にする努力をすることも重要です。自分を大切にし、自己を守るために必要な行動をとることで、パワーハラスメントに立ち向かうことができます。パワーハラスメントをする人は、受動的虐待行為を得意とするので、直接攻撃を与えるより陰湿な精神攻撃を得意としています。普通の人は自分が言われたら傷つくだろう言葉を相手に言いません。それは相手が傷つくのが分かっているからです。しかし、パワーハラスメントをする人たちは、わざわざ選んで傷つく言葉を使って攻撃します。相手が傷ついて落ち込んでいることに優越感を持つのです。相手を攻撃し、勝ったことでドーパミンが出て、自分こそ価値ある人間だと感じることができるのです。常に相手より優位な立ち位置に居続けるために、周りを蹴落とさないと自己肯定感を維持できません。パーソナリティ障害は障害ではありません。かなり歪なパーソナリティ、気質を持っているのです。いわば性格のようなものです。病的であるため、障害という言葉がついているだけです。治すための薬もありません。本人が自分のパーソナリティが間違っていると気づき、自分で治すための努力をしないといけません。そのため、周囲の人が注意したところで自分は間違っていないと聞く耳を持たない人が多いです。そんな人たちと闘争しないで戦うことは大変かもしれません。あなたが逃げない選択肢を選ぶのであれば、あなたの勇気を応援します。あなたは戦いますか？逃げますか？それとも相手を分析して自分の自己認識を変えて対策しますか？あなたがハラスメントに屈することなく、自分の人生をストレスから解放されて送ることができるのを応援します。あなたの決定を尊重します。あなたがパワーハラスメントに屈することなく、想定内だなと微笑んでくれると嬉しいです。今日は闘争かパワーハラスメント第3の選択肢とはについてお伝えしました。もし役に立ったらチャンネル登録をしていただくと励みになります。通知設定をオンにして最新情報をお楽しみください。次回の動画もお楽しみに。私と一緒にポジティブな私になりましょう。